皆さんこんにちは、ポンコです。地震の翌日、正直何をしたらいいかわからなくて不安なまま過ごしていませんか？でも大丈夫です。それはあなただけではありません。地震の後、不安になるのはとても自然なことです。ちゃんと備えられているのか、このまま家にいて大丈夫なのか、また揺れたらどうしよう。こうした気持ちは防災が苦手だからでも弱いからでもありません。それだけ自分や家族のことを大切に思っている証拠です。そこで今回の動画は地震の翌日から安心するためにできる行動を10個お話しします。今全部理解しなくても全てを実践しなくても大丈夫です。聞くだけでも知るだけでも立派な備えになります。この動画を見終わる頃、少し安心できたな、そう感じてもらえたら嬉しいです。それでは始めていきましょう。行動1、まずは体調を確認する。これはとても大切なことで、地震の翌日は体と心の疲れを確認する日です。地震の後、人の体と心は非常事態モードに入ったままになっています。アドレナリンが出て痛みを感じにくい、無理をしてしまう、気が張っている、このような状態になるため、その日は気づかなかった不調が翌日に一気に出やすいのです。こんなサインはありませんか？よく眠れなかった、理由はないのに不安、そわそわする、頭が重い、ぼーっとする、食欲があまりない。これらはすべて心と体が頑張ったよと教えてくれているサインで、揺れや不安を経験した後には誰にでも起こるとても自然な反応です。なので地震の翌日はいつも通り動こうとしなくて大丈夫です。こんな基準で過ごしてみてください。家事や仕事は7割できたら合格。できないことがあっても自分を責めない。横になりたいときは休む。特に気をつけてほしいのが、大丈夫、大丈夫と無理をしてしまうことです。心の疲れを放っておくと、数日後にどっと疲れが出る。頭痛や胃の不調が出る。不安が強くなる。など、心身の不調をきたす可能性があります。なので、気持ちが落ち着くまでは自分に声をかけるつもりで確認してみてください。ちゃんと眠れたかな？少し疲れてないかな？体調を確認することは次の行動を安全にするための一番最初の防災です。行動2、明るい時間に家の中を見る。地震の翌日は家の中に危ない場所が残っていないか確認する日です。地震が起きた直後は暗かった、停電していた、気が動転していたなどの理由で家の中を十分に見られていないことがほとんどです。そのまま気づかずに生活を続けると、後から思わぬ怪我につながることがあります。特に注意して見てほしいのは次のポイントです。まずは上から見ます。天井に新しいひびやずれがないか、照明が傾いていないか、エアコンや棚がしっかり固定されているか。次に壁、ドアです。壁に細かいひびが増えていないか、ドアや窓がいつも通り開くか
閉まるか、無理に力を入れないと動かない場所はないか。最後に足元です。床にガラスや陶器などの割れたものが落ちていないか、ラグやマットがずれていないか、家具が少しでも動いていないか。ここで大切なのは修理をすることではありません。ここちょっと危ないかもと気づくことが目的です。もし気になる場所があったら写真を撮る、メモに残す、それだけで OK です。記録を残しておくことで後から落ち着いて対応できます。明るい時間に家の中を見ることで知らずに怪我をするリスクを減らせます。この行動はこれからの生活を安全に続けるための防災です。行動3、ガス、電気、水道を確認する。この行動の目的は異常がないことを自分の目で確認して安心することです。地震の後に不安が続く大きな理由の一つが、見えないところで何か起きているかもしれないという気持ちです。ガス、電気、水道は普段あまり意識しない分、不安を想像しやすいポイントでもあります。だからこそ翌日に短時間で簡単に確認をします。まずはガスです。ガスの元栓が閉まっているか、もしくは地震後に自動で止まっていないかを見る。ガスの匂いがしないか確認する。無理に触ったりしなくて大丈夫です。匂いがなければそれで OK です。次に電気です。ブレーカーが落ちていないかを見る。焦げたような匂いがしないか確認する。最後に水道です。蛇口の下や配管周りが漏れていないか、床に水がにじんでいないか、水漏れがなければそれで大丈夫。ここで大事なのは自分で確認したという事実です。強いガスの匂いがする、ブレーカーが何度も落ちる、水が止まらない、そのようなことがあった場合は無理をせずガス会社や管理会社、自治体に相談してください。これらの行動は安心して生活を続けるための確認作業になります。行動4、スマホと情報を整える。地震の翌日は情報を集めるより情報を減らすことが安心につながります。スマホはとても便利ですが、地震の後に見すぎると知らないうちに不安を大きくしてしまうことがあります。理由は強い言葉、不安を煽る見出し、真意のわからない体験談などが次々と目に入るからです。人の脳は危険そうな情報ほど強く反応するため、事実以上に怖く感じてしまいます。なので翌日にやってほしいのはスマホを使わないことではありません。使い方を整えることです。スマホを満タンまで充電する。モバイルバッテリーがあればモバイルバッテリーも一緒に充電する。これだけで連絡が取れないかもという不安が減ります。次に情報を絞る。自治体の公式サイトや公式 SNS、気象庁などの公的機関、
テレビやラジオのニュース。逆に不安を強く感じる SNS の投稿、根拠がわからない噂話、極端な表現の動画、このようなものは見なくても大丈夫です。全部追う必要はありません。正しい情報を少しだけで十分です。情報を減らすことは自分の心を守るための行動です。安心して過ごすために、地震後はスマホとの距離を少しだけ整えてみてください。行動後、非常持ち出し袋を軽く見直す。非常持ち出し袋や防災リュックは完璧を目指さなくて大丈夫です。地震の翌日は今あるもので安心を増やす日です。防災と聞くと全部揃えなきゃ、ちゃんと準備できていないと不安になる方が多いですが、それが一番の落とし穴です。まず大切なのは非常持ち出し袋があるかどうかだけです。リュックだと移動が楽になりますが、持っていなければトートバッグや買い物袋などでも構いません。次に確認してほしいことが簡単に3つあります。今の季節に合っているか、夏なら暑さ対策、冬なら防寒できるもの、毎日使っているものが入っているか、水、非常食、簡易トイレ、常備薬、メガネやコンタクト、モバイルバッテリー、家族ごとに必要なものがあるか、子供や高齢者、ペットなど、全部揃っていなくても大丈夫です。これが入っているな、これは後で準備しよう。それに気づけたら十分です。もしまだ準備できていないよという方は、水1本、簡易的に食べれるもの1つ、モバイルバッテリー、簡易トイレ、この4つを袋に入れるだけでも立派な防災準備です。非常持ち出し袋は命を守るための道具であり、不安を減らすための道具でもあります。行動6、冷蔵庫と食品を見る。地震の翌日はもったいないより体調を守る判断を優先します。地震の後、一時的に停電していた。冷蔵庫のドアが少し開いていた。揺れで中身が動いていた。ということはよくあります。この状態だと見た目は大丈夫でも食品が傷んでいる可能性があります。まず確認してほしいのは冷蔵庫の中すべてではありません。次のポイントだけです。1つ目、停電があったかどうか。数分でも停電があった場合は要注意。また、長時間だった場合は特に注意が必要です。2つ目、匂い。いつもと違う匂いがしないか注意しましょう。3つ目、見た目や触った感じ。ぬめりがある、変な色をしている、べたつく感じがある。もしここで迷ったら食べないようにしてください。大丈夫かもと食べてしまい、体調を崩すと避難や生活が一気に辛くなります。体調を崩さないことはとても大切な防災です。捨てる判断は決して無駄ではありません。自分の体を守るための判断です。行動7、誰かと声を掛け合う。人とつながるだけで不安は確実に軽くなります。地震の後、人は無意識のうちにずっと緊張している、一人で抱え込んでしまう
私だけ大丈夫かなと不安になる。このような状態になりやすいです。この時に効果があるのが、誰かと一言だけ声を交わすことです。理由はとてもシンプルで、自分は一人じゃないと脳が認識できるからです。人の脳は誰かと話す、顔を見る、声を聞くだけで安心ホルモンのオキシトシンが出ると言われています。つまり長い会話や助け合いをしなくても、存在を確認し合うだけで心が落ち着くのです。やることは本当にこれだけで大丈夫です。昨日大丈夫でしたか？何か困っていることはないですか？無理に会話を広げる必要はありません。雑談もしなくて大丈夫です。また、声をかけるのが苦手な方は、軽く会釈だけでも大丈夫です。このような行動には、もう一つ大切な意味があります。それは、もし次に何かあったとき、助け合いやすくなることです。顔を知っている、声をかけたことがある。それだけで非常時の助け合いのハードルは大きく下がります。行動7の目的は仲良くなることではありません。安心を一つ増やすことです。行動8、心を休ませる。不安になるのは普通です。心を休ませることは甘えではなく立派な防災行動です。地震の後、心と体はずっと緊張した状態が続いています。この状態が続くと疲れが取れなくなる、不安が強くなる、ちょっとしたことでイライラする、このようなことがあります。なので意識して心を休ませる時間を作ることが大切です。やることは難しくありません。今日からできることをいくつか紹介します。まずは呼吸です。鼻からゆっくり息を吸って、口からはーと長く吐く。これを3回だけで大丈夫です。呼吸がゆっくりになると、体は安全だと感じ、自然と緊張が緩みます。次に体を温めるです。温かいお茶やスープを飲む。シャワーや湯船で体を温める。体が温まると心も一緒に落ち着きやすくなります。そして刺激を減らすです。テレビやスマホを見るのを少しやめる。音の少ない環境にする。情報を減らすことで脳も休むことができます。大切なのは何もしない時間を作ることです。行動9、避難場所を確認する。避難場所は確認するだけで、実際に行かなくても大丈夫。今日は知るだけで十分です。地震の後、不安が大きくなる理由の一つが、もし避難することになったらどうしたらいいかわからないという状態です。逆に言うと、行き先を知っているだけで不安はかなり小さくなります。まずはお住まいの地域の防災マップを確認しましょう。自治体のホームページ、配布されている防災マップ、スマホの防災アプリ、どれか一つ見られれば OK です。見るポイントはこの2つ。一番近い避難場所はどこか、家から歩いて何分くらいか、道順を完璧に覚える必要はありません。だいたいあの辺だな、それがわかれば十分です。避難場所を確認することは行動を強制するものではありません。
安心を一つ増やすための準備となります。行動10、防災グッズを無理なく用意する。防災グッズは一気に揃えなくて大丈夫です。できる範囲で用意するだけで安心は確実に増えます。地震の後、ちゃんと準備できていないかもと不安になる方はとても多いです。でも防災グッズは不安を煽るためのものではなく、安心を増やすためのものです。まず大切なのは完璧なセットを目指さないことです。今日は最低限これがあれば安心しやすいものだけをご紹介します。まずは電源と明かりです。モバイルバッテリー、充電ケーブル、LED ライトや懐中電灯、これがあるだけで夜や停電時の不安は大きく減ります。次にトイレと体を守るものです。簡易トイレ、アルミブランケット。特にトイレは災害時に一番困りやすいポイントなので、一つあるだけでも安心感が違います。そして飲み物、食べ物です。常温保存ができる水、すぐ食べられる非常食やお菓子、常備薬。水は飲料用と調理用だけで1人当たり1日3リットルの水が必要と言われており、最低3日分として9リットルの備蓄が必要になってきます。ただ一気に揃えるのも難しいと思うので、少しずつ準備をしましょう。今回は何もない状態を避けることが大切です。ここまでご覧いただきありがとうございます。今日は地震の翌日以降に誰でもできる行動10選をお伝えしてきました。大切なのは全部を完璧にやることではありません。ご紹介した10選のうち今日一つでもできたらそれで十分です。できることをできる分だけ、今日の行動が明日の安心につながります。よければ皆さんもこれならできた、参考になったなどありましたらコメントで教えてください。同じように不安を感じている誰かの安心にもつながります。この動画が少しでもあなたの心を軽くできたら嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。